はい、みんな席についてちゃんと座って。ハオ、田中姫です。ティーチャーだよ、トナティ田中ティーチャーです。よろしく。今回はですね、動画を見ている皆さんの力をお借りしていこうっていうね、企画をちょっと姫はねやってみたいと思っているわけなんです。その名もお笑い共通一次試験イエーイ。はい、簡単に言うとですね、ちょっと変な問題があります。それに対して俺ならこう答えるぜ、私ならこう答えるっていう面白い回答をね、こうみんなにしてもらうっていう企画ですね。事前にツイッターで問題を配って皆さんにね解いてもらったんですけど、楽しみですね、どんな感じのが来るのか。はい、それでは行ってみましょう。第1問、国語。空欄に言葉を入れて完成させなさいっていう穴埋め問題なわけですね。1の1からちょっと行ってみようと思います。1の1はこちらです。さよならほにゃらら先生ですね。この四角のところに何かを当てはめて面白おかしくしてくださいっていうことでね、ちょっと今回の1問の問題なんですけどまあね、お手本ですね。先に姫の回答をみんなにちょっとお見せしようと思います。これは面白すぎてね、もう腹が多分ねネジみたいになると思いますね。はい、行きましょう。どうぞ。さよならエロ漫画先生面白くないね言い訳いいっすか。面白いと思ったここからは皆さんに送っていただきました、回答になります。1人目いきますよ。燃え盛るさんからの回答です。ありがとうございます。どうぞ。さよならと言ったのに無視された先生っていじめられてますね。あなたは多分学校の中でもそうね、先生の中で人気がないタイプの人だと思います。お疲れ様です。はい、次行きましょう。夜月さんからの回答です。こちら。さよなら先生やめねえ、何語だ。真ん中のやつもやしみたいな、豆もやしみたいななってますけど面白い、いいですね。これシンプルなの好きですおい、じゃあ丸に行ってみましょう。荒野のほにゃらら兄弟ですね。じゃあ姫の回答ですね。姫の回答はこちらです。荒野の行動兄弟これ送ってくれてる人たちの回答ね、8割ね荒野行動兄弟でしたマジね、みんなあれだよ、マストゥーマウスなんだ、脳みそという脳みそイエーイ、ユーは田中っていうことですねうっちーさんからの回答です。こちら、荒野のライト兄弟ってあれ当ててたのかな、ライト兄弟の時代。姫ライト兄弟知ってるよ。ライト作った人だよね。あれ違うっけ。初めてライト作った人だよね。あれ違うかな。ライト電球作った人だよね。あれあれ次行きましょう猫舌ロロさんからの回答です。こちら、荒野のホルマリン漬け兄弟荒野にホルマリンはあるのかよ。ホルマリン漬けれるのかよ。荒野で湧いてんのか、温泉かホルマリン漬け兄弟って何どういうこと見本なの、生き様なんじゃない。あ、荒野でちょっと死んじゃってでホルマリン漬けにされた見本だ。すごい。はいはい、じゃあ次行きましょう。丸3番、ふっくらご飯のほにゃらら丼ですね。もうこれはもう何でもいいですから。これこそなんか簡単そうって思った姫の答えはねこちらになっております。どうどん、ふっくらご飯のどんどこどんですね。はいはい、じゃあファラウェイさんの回答です。こちらです。ふっくらご飯海苔巻き豆腐つくね丼つって、わーのね、海苔にするのってすごいね、斬新ですごいと思った。これふっくらご飯海苔巻き豆腐つくね丼でね、お腹空いてきちゃったはい、ありがとう。次行きましょう。佐藤王子24歳さんの回答です。こちら、ふっくらご飯のひんやり丼ご飯ふっくらしてないんかーい。冷たかったらべちゃっとしとるけどな。じゃあ次、丸4行ってみたいと思います。丸4の問題はこちら。夏はやっぱりほにゃらら三昧じゃあまず田中大先生の回答ちょっと言ってみたいと思います。こちら、夏はやっぱり寿司三昧いいですか。こちらもね荒野行動と同じで寿司三昧の回答が本当に多くて脳みそという脳みそなわけなんですけど、姫はイラストを描いてるからちょっとはい、じゃあ次送ってきていただいたものです。マスカ
ルポーレさんの回答です。こちら上手、ちゃんとこうロゴにね合わせてきてるところ、これね寿司三昧の中でもちょっと高等テクニックを、高等寿司三昧使ってきていただいた、マスカルポーレさんでしたね。ありがとうございます。これうまい、上手だね、寿司三昧のプロだ。はい、次行きましょう。丸5番いってみたいと思います。こちら、恐怖ほにゃらら番長ってことですね。もう怖そうですね。もう姫の回答も怖いです。本当にこちらです。恐怖おしゃれ番長つって、わあもう字がさこれ一個言い訳していいかい。ペンが細くできなかったんだよこれだからはみ出したことが恐怖だ。イエーイ。稲うさんからです。こちら、恐怖耳かきボイス番長かっこバイノーラルって言ってねありますね。すごい、どうカサカサ取れてるみたいなエージェントサタンVTuber さんからの回答です。恐怖リア友に赤バレした番長。でも怖すぎるなんか顔の毛穴が今バッて開いたこれは怖いね。赤バレした時のね、ねえねえ実はさなんとかなんじゃないのみたいなこと言われた時、そんなことないよみたいなやつですね。怖いパンパカプンペンキャンさんからの回答です。こちら、恐怖陰キャ番長つってね姫もね陰キャです。ウェーイヨッシーイーナイルさんの回答です。振り仮名振ってくれてありがとうこちらです。恐怖今からする話はついこの前の話なんですけどね、私がね家で休んでいるとインターフォンが鳴ったんですよ。うわー嫌だなーと思ってたんですけど、って長いよ長いしちっちゃいし、ちょっと読むの大変だよこれでここからなんですけど、1から5までをですね、通してちょっとこれすごいねって面白いねと思ったものを紹介させていただきます。田中桃過去男さんからの回答です。こちら、田中三昧じゃないの、夏は田中見たくないの夏も姫の動画見てねはい、次沸騰戦士やかんまさんからの回答です。こちらさよならファッケ先生、荒野のかみしめ兄弟ふっくらご飯のわきにぎり丼夏はやっぱりエゴサ三昧恐怖入れた番長ということですね。バーチャル YouTuber 国語って感じですね。ありがとうございます。面白かった。すごい上手だなと思いました。2問目、彼が驚いている理由をここに書き込んでくださいって問題なんですけどね、ちょっとこちらも紹介していこうと思うわけなんですけど、まずはね田中先生のお手本ということで姫の回答いってみたいと思います。こちら、ラリキョニーつってね、はいだってロリキョニューってレアじゃん、ロリキョニューってレアじゃんで押し通す、ロリキョニューってレアじゃんはい、送ってきていただいた回答いってみたいと思います朝霞さんの回答です。こちら、1+1は田中プラス 1-1 は中、田中じゃない1+1は1+1-1は中イコール田中っていうことですね。もう姫読むの下手くそだ。薩摩天童さんの回答です。ありがとうございます。こちら、これすごくない？田中イヤーは地獄耳つって、これ見て、姫の耳がこのなんかびっくり星人になってるし、鼻が高いヤトさんからの回答です。ありがとうございます。こちら、いやいや口でバンって言うただけやんかってバンね、関西のやつだよね。これ知ってるよ姫。関西のさ人がさプップップップーって道で歩いた時にさバンって言うとさって言って死ぬんだけど、多分ってなってるからね、本当に死んじゃったんだと思うね。ご愁傷様です。宮島さんからの回答です。ありがとうございます。こちら、僕がアフロヘアだったなんてつって生首やないかーいてかさ、何めっちゃ首今かしげて見てるんだけど体が頭から生えてる。なんかでもこれポリンキーみたいじゃないポリンキー三角塔の秘密はね、あれ三角塔だっけ、三角形の秘密はね。はい、じゃあアフロヘアさんでした。間違えた、宮島さんでした。ポコロビさんからの回答です。ありがとうございます。こちら、指が2本シンプルでいいですね3問目はこちらです。母からの手紙に返事を書きなさいということですね。で、問題の文章がこちらです。ひろゆきへ、お元気ですか？母さんは元気でやっています。
ご飯はちゃんと食べてますか？風邪などひかないよう気をつけてください。夏休みには帰れますか？父さんもあなたに会いたがっています。母より。というわけでですね、なんかちょっと寂しい感じですね。ちゃんと帰ってあげてほしいですけどね。はい、姫の回答こちらですね。とバナナ。はいもう勢いで生きている女。稲うさんからです。親愛なる母君へ。我が肉体は双剣なりてこの身を起こせば空は落ち、腰を下ろせば星がよける。風情などに遅れを取ることはあるまいて。母君こそ天界なのと鮮烈なれどそのご神はなれば鮮烈なれどその同じ子読んだもうね、読めないよ漢字ばっかりだよ。だるま小僧さんの回答です。こちらひろゆきです。ただいま留守にしております。ピーッと音が鳴った後に名前と要件をお伝えください名前出てますよ、ひろゆきさん名前出てますよ。あとお母さんも先に要件言ってます富の住人とっくんさんからの回答です。こちら母ちゃん、僕たちにはスマホがあります。ひろゆきより送ったれや。せっかくな手紙書いてくれてんねん。スマホじゃなくて文字で伝えたれやって思いました。非常だねはい、次じゃあ行こうと思います漆黒の翼さんの回答です。こちらはいLINE ですね。スマホがあるからの LINE ですね。これは面白い本当に面白い。母っつって上に名前書いてあるしね。ファラウェイさんの回答です。こちら誕生日おめでとう母さんで、いつもこうやって元気だよ、なかなかうまいこと言わなってこう書いてくれてるわけなんですけど、ちょっとね回答のところのね上の矢印をみんな見てほしい。上の矢印を見てほしい。これ多分ね縦読みならぬ頭文字読みだと姫は思いましてね、ちょっと読んでみたんですよ。たなかすきがんばつてって頑張れこんな感じで次行きましょう。マヨおにぎりさんの回答です。こちら母の手紙の返事にサインを練習するさピロシキって何ピロシキって何食べたいねはい、というわけでねラスト4問目ですね。これラストの問題、一番最後の問題です。釘の入ったコップに磁石を近づけるとどうなるかですね。これですね。はい、じゃあ行ってみたいと思います。まずはね田中大先生の回答です。こちらピンになるっつっていつもぼっちさんの回答です。はい、こちらです。うるせえ、じゃあこの円柱の体積求めるやまだ1個さこれ姫見て突っ込みたいんだけどさ、左右のコップはさ高さが倍なのかい横幅もちょっと狭まってるのかい。姫には同じようにしか見えないなということでね体積はね342平方メートル方平メートル、あれ平方メートルだ、イエーイ。はい、じゃあ次行ってみたいと思います。稲生さんからの回答です。こちら見てください、これ右側のコップですね。穴が開いておりましてね、田中のね頭にねぐさぐさと釘が刺さってるねお楽しみにありがとうとか言ってる場合じゃないですよ田中さん珍回答ですね、ありがとうございます。じゃあ次ムミローさんからの回答です。どうぞ。お花咲いちゃったね綺麗なお花咲いちゃったね。ハッピーな気持ちになれる回答でしたね。いや朗らかでよろしい、春にふさわしいですね。はいじゃあ次行ってみたいと思います。次リシさんの回答ですなんだ名前どうなってリシさんですね。こちら上野行きっつって行かねえ伊藤沢さんからの回答です。こちらってねってなっちゃった貫通してますね、コップ貫通してますね。あれでしょ、磁石は同じ方と同じ方くっつけるとってなるから、多分このネジは N だったんで S をひっつければ多分反対にってなるけど、これは逆だったっていうやつですね勢いがすごいはい、じゃあ次ですねズッキーさんからの回答です。こちらドーっつってどうにはなりません。なんかこれ姫野と似てない？ T じゃん D じゃん。しかも銅はなんかくっつかないんだよ磁石に。だから銅はこうならないんだよ。どやほんで次ちょっとこれはですねインパクトっていうね回答なので幼女さんからの回答を見てみましょう。こちらもう怖いよ
姫ちゃんいた。ママってママだよ姫のママの、真ん中のママ大丈夫？もういない。怖いよ。あ、痛いかな。痛い。パパは私、姫ちゃん誰？ひろゆきへ。ひろゆきへに対して誰って結構普通にちゃんと突っ込んでるの草なんだけどツッコミどころ満載ですけれどもね、お父さんちゃんとまっすぐに育ててあげてください。姫はサイコパス幼女よりもまっすぐ幼女が好きです。はいとんでもねえ回答だったら本当にありがとうございました。いっぱい送ってくださって本当ありがとうございました。いやーね、みんな面白かったねって思ったんだけどさ、姫さツッコミ担当のセンスさあるねあるかな。どうなんかあれだな、姫の脳内とみんなの脳内が完全にリンクしてたね。同じことを考えたなんだっけ、寿司三昧とか荒野行動とか、次やるときは誰も思いつかないものを姫は思いつこうと思ったって自分でめちゃくちゃハードルを上げて鼻水が出たはい、というわけでね、また次回あったらぜひぜひ皆さん参加してください。それではまたごきげんよう。